ローウォーズファンの皆様、おはようございます。今回の動画では、ギルドレイドのオシュのレベル別詳細データを見ていただくことにより、オシュ戦の戦略に役立ててもらえればと思います。これは、週末のボス戦の対戦相手となるオシュのステータスを、レベル別にまとめた画像になります。ギルドレイドのボスは、ギルドの全員で攻撃して倒す仕組みになっているので、オシュの体力の数値については、これといって注目する必要性はありません。この画像の中で着目していただきたい部分は、オシュの攻撃力と防御力の数値になります。ご覧のように、オシュのレイドレベルが125以下の場合、オシュのアーマーと魔法防御の数値が2万程度なので、ギルド戦に出場させているメインチームが戦えば、それなりのダメージをオシュへ与えることができると思います。しかしながら、オシュのレイドレベルが130以上になると、中途半端に育成したヒーローでは太刀打ちできなくなってしまうのです。ゲームユーザーの有利期間によって、どのレイドレベルのオシュが強いといった感覚は変化しますが、この数値を見る限り、レイドレベル125以下のオシュは比較的容易に倒すことができる強さと判断できます。別格の強さになる、レイドレベル140以上について話をするよう。レベル125以下のオシュに対して攻撃をする際は、割と適当なチーム編成で攻撃をしても、それなりに戦闘を継続することができます。アーマー貫通と魔法貫通のレベルアップが中途半端なヒーローをチーム編成に含んでいても、なんとかなるな、って感じで、戦闘開始からわずか数秒で全滅するようなことはそんなにありません。グランドアリーナの2軍や3軍で使用しているタンクヒーローでも、オシュからの攻撃をある程度防いでくれます。2分間の戦闘制限時間の途中で戦闘に敗北することはあっても、オシュに与えたダメージが数万ポイントといったことはないでしょう。しかしながら、オシュのレイドレベルが140以上になると、レイドレベル130以下の時とは比べ物にならないくらい歯が立たなくなってしまうのです。カーク信者のいい加減な感性だけでオシュの強さを表現するとすれば、パワー10万以下のヒーローがレイドレベル140のオシュにまともに戦いを挑むのは、まず無理でしょう。ギルド内の強い人たちが活躍してくれているおかげで、カーク信者のギルドグラビティは、レイドレベル140のオシュを倒すことができていますが、レイドレベル140のオシュに対して大きなダメージを与えることができているのは、わずか数人ほどしかいないのが現実です。高いレイドレベルのオシュを毎週討伐できるのは嬉しいけど、カーク信者のヒーローたちでは全く歯が立たないよ。ギルドレイドの戦略について、話をするよ。先ほども述べましたが、カーク信者のギルドでは、レイドレベル140のオシュを確実に倒せる戦力を有しています。このことを踏まえると、月曜日から始まる古文との戦いでも、レベル140を選択していると思われる視聴者様がおられるかもしれませんが、ギルドグラビティが毎週選択している古文のレベルは130なのです。なぜならば、過去にレベル140の古文を選択した際、ギルド内の下位メンバーが全く歯が立たずに、ギルド式とバフをほとんど手に入れることができない経験をしたからなのです。どこのギルドも同じだと思いますが、ギルド内で最も高い戦力を所持しているプレイヤーと、最も低い戦力を所持しているプレイヤーの間には、大きな隔たりがあります。高い戦力を有するプレイヤーを基準にレイドレベルを定めてしまうと、ギルド式とバフを全く獲得できないギルドメイトが大量に発生してしまう事態に陥ってしまうのです。そのため、月曜日から始まる古文との戦いでは、比較的容易に敵を倒せる、レイドレベル130を選択しているというわけなのです。こういった配慮はどこのギルドでも行っているはずですが、もしそうでないギルドがあるようでしたら、ギルドレイドのレベル設定について、ギルド内で改めて再検討された方が良いかと思います。まあ、カーク信者はギルド内でどちらかというと、ヘタレプレイヤー側に位置しているから、配慮してください。配慮が必要です。配慮すべきと主張しているに過ぎないんだけどね。それでは、
今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。